皆さんお疲れ様です。えこんばんは、こんにちはじゃなくてお疲れ様って思ってる皆さんいらっしゃいますかね？えっと、私今バイト終わりなんで、今日ずっと出勤中、皆さんに伝えたいなって思ってることがあって、よし、今日帰りに早速録音しようって思ってたから、今、はい、録音してます。正しい日本語を勉強している皆さんなら、よく馴染みのある話題なんですけれども、よくですね、日本のバイト先でよく使っている日本語についてですね。日本にいらっしゃる皆さん、バイトしてる方が多いんじゃないかなって思うんですけど、そのバイト先でさ、お客さんに対して使ってる日本語が間違ってて、私もよく気になりました。いや、自分もそんなに詳しい人じゃないので、よく聞かれている言葉だけを挙げて正しいバージョンも提供させていただきます。じゃあお願いします。まず一つ目、よろしかったでしょうか？その言葉ね、私今掛け持ちのバイトしてるんですよ。バイト先が2箇所ってことね。一つ目はすごい厳しくて、お客さんに対して正しい言葉を使わないと叱られちゃう。で、もう一箇所は全然普通に動けるようなお店で、めちゃめちゃ忙しいところにあるから、そんなに言葉の使い方にもみんな気にしてないんだけど、でも私は逆にお客さんじゃないのに気になっちゃう。例えばその忙しいお店の方ね。例えばさ、店内ご利用2名様でよろしかったでしょうかとか、1名様でお間違いなかったでしょうかみたいに、過去形を使う人が多くて、あれちょっと違うな、私教わったことなんだけどよろしいでしょうかの方が正しいんだよね、自分の中には思ってる。皆さんもどう思いますか？あとは私もコンビニでバイトしてた時によく使ってた言葉なんだけど、こないだその記事読んだんですけど、になりますじゃなくてですとかでございますを使ったらよろしいという記事読みました。会計とかするときにこちらがコーヒーでこちらがティーになりますとか、あと私そういう表現めっちゃ使いました。お会計が何々円になりますとかね、レシートになりますみたいな、いつも使ってたんですよ。になりますっていうのは、ちょっと待って、変化した結果を表す時に使う言葉だから、お会計が3500円です、もっと丁寧に3500円でございますとか、あとこちらがコーヒーでございます、こちらがコーヒーですと言ったらもっと自然じゃないかなと思います。はいはい。私その記事読んでから今バイト先でちょっと厳しい方では、こちらがお客様控えとレシートのお渡しでございますとか、お会計が何々円でございますとか言って、あまり忙しくない方では、みんな普通にあんまり厳しくない接客の言葉使ってるから、自分一人でございますでございますって言ってるわけにはいかないから、レシートです、お会計が何々円です、こちらがコーラです、こちらがウーロン茶ですみたいな、そういう表現を正しく使えるように頑張ってます。あと現金で払うとき、例えばお釣りが出る場合の表現もあって、私の学校の先生が皆さんに普通に日本人の皆さんに聞いたんですよ。
何々円からお預かりします。みんなこの文章の中で何が間違えてますかって言ったらさ4人ぐらい当たってもなんかみんな正解を知らない。なんかみんな普通にバイト先で何々円からお預かりしますって言ってるらしくて、じゃあ私がその時にちょっと勉強したことあるからしてた。そう、何々円からお預かりしますじゃなくて、何々円お預かりします。例えばお会計が3200円でお客さんが5000円の札を渡すときに、5000円お預かりしますって言って会計するか、あとなんか殻を使ってもいいところとしては、さっきお会計が3200円でお客さんが5000円出したから、お釣りが1800円。それを5200円出せばお釣りが2000円でしょ。だからそういう時にお客さんにお会計が3200円ですって言って、お客さんが5000円出したら、5000円からでよろしいですかって聞くみたいに、その時お客さんがはい大丈夫ですって言ったら、1800円出します。そうじゃなくて小銭出しますって言って200円出してくれたら、それで2000円のお札が出るみたいに、そういう場合があります。あと面白いのは、お客さんが会計の時にぴったりお金を出す時、例えば1400円かかります。それをお客さんが1400円出す。その時にちょうどお預かりしますみたいに言っちゃったんですよ。で、実はお預かりします、預かるっていうのはなんか物を返す、預かったら返す。だから、ちょうどもらう時に預かるお釣りなんてないんですよ。その時に使うべき言葉は、1400円ちょうどいただきますの方が正しいんじゃないかなと思います。はい、last but not least、この言葉正しく使っている人も多いんですけど、正しく使ってない人もいます。私もその中一人でした。ほうのほうという言葉です。ほう、例えばなんかあるんだろうね。店内、飲食店とかでなんかお子様連れのお客さんなんかがいるんじゃないですか。なんかお子様、子供ってさ、なんか2歳3歳3歳ちょっと大きいか、多分1歳2歳のお子様連れのお客さんがいたらさ、聞くじゃん。お子様席ご利用ですかって聞くべきだったんですけどお子様席の方はご用意いたしましょうかみたいに、お子様席の方はご利用ですかみたいに堂々と使いました。はい、私が。あと日本にまだ来てないお客さん、皆さんまだなんか慣れてないかもしれないんですけど、この言葉日本に来たら気づいてみてください。あとレジでお支払いするとき、お客さんがクレジットカードを出すんですよ。クレジットカードはタッチ決済と差し込み決済があって、差し込みで払うお客さんがいたらさ、例えば高い金額だと暗証番号がいりますよ。で、その時に暗証番号の方お願いしますとか、いや暗証番号の方じゃなくて暗証番号をお願いしますの方が正しいです。あとペイペイとかなんか QR 決済っていう払い方があって、バーコードを出してそれを読み取るみたいに、その時も画面の方を失礼いたしますじゃなくて画面を失礼いたします、
それだけで大丈夫です。はい。今日の動画はですね、私の経験を積んで、そこから何か学べることないかなって遡ってみたらたくさんありましたので、皆さんにも伝えたいなって思ってやってまいりました。はい。今日ちょっと長かったんですけど、ご視聴ありがとうございます。次もよろしくお願いいたします。バイバイ。